世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、タカと申します。ちょっとですね、昨日まで風邪で寝込んでまして、一応熱の方は下がったんですけどね、まだちょっと喉の方が本調子ではないので、少しお聞き苦しいところあるかと思うんですが、ご容赦いただければと思います。ということで、今週はですね、いつも通り月1で開催している講談社のね、担当編集さんにプレイしてもらって、意見や感想を言ってもらうという定期テストプレイ会ですね、やってきました。今回のテストプレイ会ではですね、出展を予定しておりますとある展示会イベントに向けて、そのイベント用のバージョンっていうところもね、見据えてのテストプレイという形でやらせてもらいました。体験会系のイベントってね、基本的にプレイ時間に制限、縛りが設けられていることが多いんですよね。今回の場合だとだいたい15分前後というルールがあったので、そのプレイ時間になるようにですね、よく動画でお見せしているステージ0番ですね。チュートリアルステージとも呼んでたりしますけども、こちらはステージ丸ごとね、プレイしてもらおうとすると、1時間とかかかっちゃう可能性もあるので、とりあえずちょうど中間地点にあたる、境界ですね。でその境界には中ボス的なやつもいるので、そこまでを一応今回は体験会のイベント想定としてプレイしてもらいました。で、やはりですね、ステージのちょうど半分の地点までとは言ってもですね、プレイ時間の方が平均してだいたい30分ぐらいはかかってしまうかなというような結果になりました。これはもちろんね、チュートリアルの文章をちゃんとゆっくり読んだりとか、その出てくる内容をね、しっかり試しながら初心者目線で進めていった場合、それくらいかかりそうかなというところですね。なので、ゲームめちゃくちゃ上手い人とかだったら、初見でもね、もしかしたら超急いでやれば15分で境界ボス撃破というところまでいけるかもしれないんですけど、ちょっとね、多くの人はボスにたどり着くかどうかも怪しいかなというような結果となりました。それを踏まえてですね、その後話し合いとかね、講談社の担当編集さんとさせてもらったんですけど、このプレイ時間問題ね、どうしようかということで、結論としてはですね、境界の玄関口を最初から開けておこうという形になりました。教会といってもね、廃教会でもう潰れかけの教会という感じなんですが、こちらね、玄関口鍵がかかっていて、最初は開けれないというような設定になってます。で、別のルートをね、冒険進めていくことによって、後々この教会の中にアクセスできるようになるというようなステージ全体の作りとなっているんですが、今回の体験会イベントにおいては、この玄関口をですね、最初からもう開けた状態にしておいて、で、プレイヤーの方々にね、どっちに進むかは決めてもらうというような形にしようかなと思います。つまりボス戦に直行するルートと普通にね、探索をしてじっくり回っていくルートの2つを用意するみたいな感じですね。この方法だとね、そのイベント展示会向けに特別な実装をする手間っていうのがね、かなり薄くなるんですよね。この玄関口のドアを開けておくかどうかっていう設定を変えるだけなので、僕たちのようなね、開発スピードが遅い弱小チームにとっては、この展示会イベントのためにね、余計な開発コストを発生させないというところもちょっとね、正直な話重要になってくるのかなということで、このような結論にね、落ち着きました。一応担当編集さんの話によるとね、その体験会、展示会においては、結構ね、メタ的なデバッグメッセージみたいなのも別に表示しちゃっても問題ないよということだったので、この境界玄関口のね、電気炉のところに、例えばですけど、ボスに挑戦したい方はこちらとか、探索楽しみたい方は別の道へ行ってください。みたいな案内的なね、メッセージを配置しても別に構わないというようなことでした。ちょっとね、どんなメッセージを置くかとか、そもそもメッセージを置くのかどうかみたいなところはちょっとまだ決めかねてるんですが、かなりね、そんな割り切った作りで、ボス戦と探索ね、どちらか選んでもらって楽しんでもらうとか、ちょっと展示会のね、仕組みとかはちょっとまだ分かってないんですけど、例えば2回ね、並んでもらって、1回目はボス戦挑戦して、2回目は探索行くとかね、そんなことも可能なのかな、なんていうふうに考えております。先日ですね、Steam での誰でもプレイできる形での体験版の配信っていうものを、結構ね、発売の直前ぐらいまで、遅らせる、ずらすというような発表を行いました。その際にね、動画のコメント欄に多数の、悲しみの声ですとか、不安の声ですね、たくさんいただきました。で、それを受けてですね、現状僕の考えている方針とか、追加でね、伝えておきたいことなんかをちょっとまとめましたので、ここでね、伝えさせていただきたいと思います。Steam のね、誰でもプレイできる体験版を発売の直前までね、遅らせることにした理由っていうのなんですが、これは以前の動画でもお伝えした通り、プロモーションの観点からそうした方がいいのではないかというふうに考えたからですね。体験版のリリースと
製品版のリリースの間に長い日数があるかどうかによって売り上げがね、どう変化するかっていうのは、どちらの場合においてもね、プラスに働く場合もあれば、マイナスに働く場合もあるかなと思います。ただ今回の僕らのパターンにおいては、いろいろ話し合いしてみた結果、体験版と製品版のリリース日は近い方がいいんじゃないかというふうな結論に至ったということになります。ここでですね、一番不安に思われるポイントとしては、僕の YouTube のコンセプトでもあるね、皆さんの意見を汲み取って開発に活かしていくという部分なんですよね。それが体験版のリリースがね、発売日の直前になってしまうことによって、その意見の汲み取りっていうところがうまく機能しないのではないかというようなね、不安があるかなと思います。これに関してはですね、例えばなんですけど、クローズドな場所において、人数を限定した上でですね、数十人から多くても100人ぐらいとかですかね、の方々に、Steam のキーを無料配布して、で、レビューをね、これ義務付けるっていうのは難しいかもしれないんですけど、レビューに協力してもらうような流れでね、Steam キーをお渡しすると。いわゆるクローズドベータテストみたいな感じのやつですね。そういったものを実施すれば、プロモーションの観点ではね、誰でもプレイできる Steam 体験版っていうのはちょっと遅らせたいんだけれども、意見の汲み取りはちょっとそれよりも前の段階で行いたいんだよねっていう場合は、どちらもね、ちょっと柔軟に対応していくことも可能なのではないかなと考えております。あとはですね、やはり YouTuber としてですね、他の YouTube チャンネルに、コラボ依頼というかですね、ゲームのレビュー依頼を出すっていうのも面白いんじゃないかなと考えております。YouTube の動画だったり、Twitter なんかでね、僕のことをね、定期的に話題として扱ってくれてる方もね、いらっしゃるようなので、そういった方々にね、積極的にコミュニケーション取っていって、そういったレビュー依頼をね、させてもらうっていうのも、ちょっとね、今年はチャレンジしていきたいと思っております。あとはもしかしたらね、IGN Japan さんとかね、ゲームメディアですけども、旧千葉の時もね、めちゃくちゃたくさんね、動画出してくれて、再生数もめちゃくちゃ取れてたみたいなんで、もしかするとね、そういうレビュー依頼とかやったらいい返事もらえたりするのかななんていうふうに思ってたりもします。というわけでね、今回はこの辺で終わろうかなと思います。それではまた来週もよろしくお願いします。